今回修理する包丁は出刃包丁。他店に研ぎを出されている形跡がある包丁。平たい切れ刃の部分が丸くなっているので、こちらの方を修正してくれとのご依頼。裏ですが、和包丁の基本はベタ研ぎなんですが、両刃包丁のように角度をつけて研いでます。砥石の回る研磨機で研いだ跡があります。さあこれはどうしましょうかね。悩みどころです。錆はそこまでないので、使える包丁にしていきたいと思います。最初に切れ刃の丸研ぎの修正。160番の粗いダイヤモンド砥石で切り刃を研いで平らに修正します。切れ刃を研ぎました。全体的に砥石が当たるように修正しました。続いて錆取り。全体的な錆はそこまで出てないんですが、持ち柄と刃の付け根の錆が少しひどいので、そちらの方を取っていきます。錆を取って綺麗になりました。ここから再び研ぎ作業。今度は600番のダイヤモンド砥石で切り刃の部分の深い傷を取っていきます。続いてキングの中砥石1000番、こちらの方でコバの方をつけて全体に返りが出たら再び切り刃を研いでいきます。まだまだ続く研ぎ作業。次にシャプトン刃の黒幕2000番で再びコバをつけていきます。全体に返りが出たら先ほどの1000番と同じように切り刃を研いで、ここから裏を研いでいきます。裏を使用して状態を見ていきましょう。やはり刃先にかなり角度ついているので全然当たらないですね。ここはしょうがないので、両包丁の糸刃付けのように少しだけ角度をつけて返りを取っていきます。最後にキングの6000番仕上げ砥石、こちらの方も糸刃を研いで切れ刃を研いで裏すきをして、最後に軽く糸刃をつけて、裏すきが全くないので裏も軽く糸刃をつけて返りを取ったら完成です。今回は出刃包丁の修理でした。丸研ぎになっていた切れ刃の部分、こちらの方を平らに修正し、平たい切れ刃に戻りました。問題の裏の部分なんですが、裏を使用しても全く当たらないので、刃先だけ少しだけ糸刃のように角度をつけて返りを取るようにしました。刃を付け直したので切れる出刃包丁に復活しました。食器専門店山根では包丁の修理研ぎやっております。広島で包丁のことなら食器専門店山根まで。正弘店長でした。